ここに当てていただきたい。こういう風に詰め物をしてあげる。この時に使用するものがやっぱりストッキング。二子玉川美化工房の星名美由紀と申します。今日はですね、バッグの保管方法についてお話ししていきたいと思います。皆さんですね、バッグの保管の方法について意識されたことはありますでしょうか？意外に多いのが保管方法のトラブル。ダントツで多いのがしまいっぱなしによる間違った収納方法による革製品とかの劣化が進んでしまうっていうことなんですね。なので今日私がお話ししたいのは、今のこの日本の風土に合った保管の仕方、それからアイテムごとで保管の仕方を変えてほしいっていうお話なんですね。保管の方法を間違えるとどんなトラブルが起きているかという症例を少しお話ししていきたいと思うんですね。ネイル袋に入れて、箱に入れて、さらに高いところにしまい込んでっていう方法で保管してた。でそれによって何が起きてるかっていうと、バッグの内側のベタつきが発生している。これ経験されてる方結構いらっしゃるんじゃないかと思います。それ以外にハンドルのベタつき。ハンドルのベタつきって何って思う方いらっしゃると思うんですけど、だいたいショルダーとかハンドルって革と革を貼り合わせて、貼り合わせたところに糊をつけてるんですね。で糊をつけているところがどんどんベタベタしてくる。これしまいっぱなしによる湿度、湿気が原因です。でそれだけならまだいいんですよ。そのベタついたハンドルとかショルダーを本体に倒して本体に当たるようにしてたもんだから、このベタつきが面についちゃう。ハンドル上げたらショルダー離したらくっついててベリベリって剥がれちゃった。これもすごく多いんです。あともう一つ、接着剤のにじみ出し。バッグって多面体じゃないですか。でいろんなところで接着剤ってたくさん使われているんですよ。特にファスナーの周りとかバッグの上部とかね、あとは外周外側の部分とかって縫われている周りですよね。そういうところって大体接着剤って当然使われているんですよ。これが湿気によって中からぐっとにじみ出てくる。そうするとどうなってるかっていうと、黄ばんできてるんですよ。黄色く出てる。接着剤が中からにじみ出しているんですよ。この10年すごい気温の上昇がねありますから、これからもどんどん上がっていくんじゃないかと思うので、その保管の方法っていうのをこれを機会に見直していただきたいと思います。今挙げたようなトラブルが本当に身近にたくさんあります。なので今から正しい方法をお伝えしていきたいと思います。どんな風に保管したらいいんですかっていうことなんですけれども、一番大切なのは通気を良くすることなんですね。もうこれ一択です。買った時の袋に入れるのは、当然ね傷から防いでくれたりもしますしね、ご自宅の状況によってはたくさん並べられる方もいらっしゃって、隣り合わせになるのに傷を防ぎたい、当たりを防ぎたいという方もいらっしゃって、ネル袋に入れてる方も多いと思います。ただもしそういうネル袋に入れたいよという方、入れてもいいんですが口は開けてください。できれば開けてほしい。もっと言うと、ちょっとそのネル袋諦めていただいて、これ私たちも工房で使ってるんですけど、不織布、本当に通気がいいんですよ。こういうものに入れられて保管していただきたいです。こういうものないよっていう場合は、先ほどもお話ししたように購入された時のネル袋に入れていただいて口を開けてください。それから私バッグたくさん持っててどうしても積まないともう収まりきらないよっていう方、箱の蓋外して交互に重ねていただくっていうことをぜひやっていただきたいんですよ。大切なものだから本当にこうね、包んでしまい込んでってやりがちなんですけども、それはもう本当に10年も前だったら OK でした。もう今の気候には合わないので、ぜひそれアップデートしていただきたいんですね。
ということで不織布に入れていただく、箱にしまいたい場合には箱の蓋だけ開けてもらう。箱の蓋開けたって積み重ねられないよっていう人は勇気を持って箱に穴を開けてくださいという感じで、まだ実はありまして、例えばこうやってショルダータイプのもの、これはまあチェーンになりますけれども、例えば長いショルダーもあればハンドルタイプもありますよね。こういうチェーンタイプのものを皆さんこんな風に置いて保管されてたりしませんか？こんな感じで置いてある、こういう状態でもいいかな。こんな感じで使ってないで立てて置いてあるみたいなことってないですか？これ要注意です。じゃあ何が要注意かっていうと、ショルダーとかチェーンとかって重いですよね。重いものが本体に倒れていると、これ跡になります。このチェーンが重くてですね、本体に当たっててボコ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 ってチェーンの跡が残ったりするケースが結構あります。これ一度跡が残ってしまうと人間のシワと同じで、私たちプロでも取れません。今回はそれをね、実際にちょっとじゃあどんな風に保管したらいいんですかっていうことだと思うのでお伝えしていきたいと思います。まずですね、本体には絶対に当てていただきたくないんですよ。特にシャネルのね、こういうチェーンタイプのものをお持ちの方も分かると思うんですけど、結構重い。でショルダータイプのものとか結構重いものもありますよね。重いものの場合、本体には絶対に当たらないようにしていただきたいです。どうしても立てたいよっていう方いらっしゃると思うんですけど、ここでも使っていただきたいんですけど、ストッキングなんですね。ストッキングを有効活用してください。じゃあどんな風に使うんですか？チェーンショルダーに巻いていただきたいんです。これがチェーンショルダーにも限らず、通常のね丸いショルダーでも平らなショルダーでもいいんですけど、そういうものは例えばこんな風に私たちがやってるしまい方、こんな感じにしておく。その後にこのストッキングを巻いていくと簡単です。巻いてっちゃう。でストッキングじゃなくても、例えばハンカチとかでもいいですよ。ハンカチとかもう使わなくなっちゃったちょっとスカーフとかでもいいです。こんな感じで巻いてあげる、巻いてあげる。で根元のところまで持ってきて、きれいにね巻いてあげる。そうすると本体に当たらないんですよ。しかもこのストッキングって柔らかいので皮に傷つけることもないので、こんな感じで巻いてあげる。ショルダーやチェーンが重いものに関しては極力ね寝かしてあげるといいと思う。じゃあなんでかってことなんですけど、このタイプはいいんですけどね、ちょっとこう柔らかいバッグの場合、ショルダーとかチェーンが重いとここにたわみが出てシワが入るんですね、重さで。そうするともうくねって曲がった状態になっちゃう。なのでできれば重いチェーンとかチェーンショルダーとかハンドルショルダーとかのものに関しては寝かせてあげるといいと思います。あとですね、保管の方法として外出から帰ってきてお洋服ってハンガーにかけたりしますよね。それと同じようにバッグにもきちんとシワを伸ばすことをやっていただきたい。じゃあどうやってってことなんですけど、詰め物をするだけです。バッグの中にきちんとこういうふうに詰め物をしてあげる。そうすることでテンションが張りますよね。そうすると余計なシワが入らない。なのでこういう詰め物、できれば白いものがいいですかね。新聞紙をねそのまま入れてらっしゃる方もいるんですけど、絶対ダメっていうことではないんですが、新聞紙ってちょっとインクなのでね、インクが移ってしまう可能性もあるので、仮に新聞紙にする場合は周りに白い紙とかを入れていただいて、巻いていただいたらいいと思います。それをバッグの形に合わせて入れてあげる。詰め物はね極力やってあげてください。余計なシワが入っちゃいますのでやってあげてほしいです。できればね中を定期的に変えてあげるとか、年末のお掃除の時に中の詰め物も新しくしてほしいと。これ余談なんですけど、私一人息子がいてまだ小さいんですけどね、1歳2歳までおむつをするじゃないですか。おむつってすごい便利で、私自分のバッグにサイズアウトしたおむつ詰めてたんですよサイズアウトしたおむつってもう使い道がない
だいたい厚みがこのぐらいでね、サイズ調整にすごい良かったんですよ。こんなことに気づいた私ってすごいかもって思って、自分のバッグの詰め物にいいんじゃないで、柔らかいでしょ。それで私はサイズアウトしたおむつを詰め物に使ってました。でこれ別におすすめしているわけじゃないんですけど、是非抵抗ない人はやってみてほしいなと思います。でですね、皆さんお部屋の状況もそれぞれ違うでしょうし、クローゼットの保管法、状態も違うと思うんですけど、吊るして保管されている方も結構いらっしゃるんですね。そこでトラブルになってるケースも私も結構見てきてるんですね。どんなことが起きているかっていうところなんですけれども、吊るす時にショルダーとかハンドルとかをハンガーにかけてるのかな。皆さんハンガーにかけてこんな感じで吊るされてらっしゃると思うんですよ。吊るしてて跡が残っちゃったんですっていうことをお客様から教えていただくことあるんですね。こういうチェーンに限らず三角形にこう跡がついちゃって、これ戻らないんですよね、なかなか跡がついちゃうと。なのでもし吊るして保管したいよっていう方にはこういうものをぜひ使ってくださいということをご紹介したいと思います。それに使用するものがですね、こちらです。ガムテープの芯なんですね。でこれをどうするのっていうことなんですけど、こんな感じで吊るす時にここに当てていただきたい。そうすると余計なテンションがかからないので後にならないんですよね。この状態で例えばハンガーにかけられるんであればハンガーにかけていただく、あるいはこうやって S 字にかけていただいて引っ掛ける、で吊るしてあげる。ちょっとした工夫でこうしとけばよかったみたいなことを防げるので、ぜひやっていただいてはいいんじゃないかなと思います。芯だけに限らずで、例えばストッキングのこういうものを巻いてからハンガーなどにかけてあげると跡が残らないで吊るすことができます。次はですね、たくさんバッグをお持ちの方ってこう横に並べたい方もいらっしゃいますよね。で横に並べたい方でこれに注意してほしいですよっていうことをもう一つお伝えしたいと思います。これも実際にあるお話なんですが、横に置いておいた革の色がこっちに移っちゃったのっていうのがねあるんですよ。白いバッグに隣のネイビーの色がこうくっついちゃった。じゃあどんな風に保管したらいいのってことなんですけど、スカーフとかハンカチとかを本体に巻いていただいて隣に置く。もうこれだけで十分です。買った時の袋でももちろんいいんですけど、やっぱねちょっと購入した時についているネル袋ってちょっと厚手なんですよね。本当にしっかりよく作られてるんで、そういうものはもし入れるんだったら口を開いていただきたいですし、そういうものがない場合は不織布あるいはハンカチなどを巻いていただいて隣に当たらないようにしてください。例えばなんですけれども、ハンドルがこういうタイプのものって皆さんどんな風に保管されてるか、おそらくこんな風にしてこのままの状態で保管されている方が多いんじゃないかと思いますが、ここが当たってしまうと後になるっていうケースが結構あります。でずっと使ってないと湿気でなんかベタつきが出て、いざ使おうと思って剥がした時に上げた時にここがベリ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 っと色が落ちてしまう、剥がれてしまうっていうケースが結構あったりするんですね。ずっとこうやって置かれている状態ですとここに跡になって残ってしまうんですが、これは私たちプロでも取れません。なのでこういうタイプのものをお持ちの場合、保管の仕方なんですけれども、ちょっとこんなことをやってみていただきたいんですね。この時に使用するものがやっぱりストッキング。例えばこういうストッキングを2本こうまとめて当たりがつかないようにこう巻いていただいてもいいですし、こんな感じで結んで立ててあげるっていうのでもいいですし、あるいはこれを一本一本こんな感じで巻いてあげる。こんな風にハンドルにね巻いてあげる。で結んでいただいて、そうすると
こんな感じになりますけど、絶対に当たりがつかない、これだと。なので上げた時にここに跡がついてしまうというトラブルはこれで防げます。反対側もやっていただいて、2本やっていただく。是非こんな感じで保管していただきたい。じゃあ次のアイテムに行きたいと思います。はい。でこういうタイプですね。バンブータイプ。これ結構柔らかいので、そのまま置いたらこうやってくたってなっちゃう。こうやってくたっと柔らかいものに関してはどんな風に保管したらいいかなんですけど、当然ながら中にテンションを張っていただきたいので、詰め物を入れてください。こんな感じでバッグのサイズに合わせて詰め物を作っていただいたら、こうやって中に入れていただいて、ショルダーがあればこのタイプだと外せるので外していただいてもいいですし、ちょっと軽く畳んでもいいですし、でこれね、バンブーの部分が倒れて跡になったりもするので、これもやっぱり先ほどのようにストッキングを巻いてあげてもいいと思います。ショルダーなんだけど、細かいことを言うとできれば外してほしい。できれば1箇所でいいので外していただいて、きれいに丸めてあげる。丸めてあげて中に入れて、はい、こんな感じで。こうするとくたっと倒れることがないですから、この状態で立てて保管してあげてもいいと思います。でちょっと次のパターンもお見せしたいと思います。いわゆるショルダーが長い、こんな風に長いタイプは皆さんどんな風に保管してますか？吊るすって先ほどお話ししましたけど、吊るす場合でしたらね、またこんな風に吊るしていただいてもいいですし、中にもししまえるんであれば中にしまっていただいてもいいです。こんな風に中に、極力ね、優しく優しく自然にこう入れていただいて、詰め物をしていただいて、こんな感じで収納するとショルダーが外に出ていないので当たりがない。で詰め物もしておりますから立ちやすい。この状態で立てて保管してあげてください。で、こういうタイプですね。これも割とくたっとしていて、ハンドル自体もこう倒れちゃう。でこういうのも本当に要注意です。もともと皮が本当に柔らかいので跡つきやすいですね。なのでくたっとしているものに関しては先ほどもお話ししましたけれども、サイズに合わせてテンション張りすぎず詰め物を作っていただいて、こんな感じで、はい、で閉じて、はい、でショルダーの部分にも倒れてしまうので、2本まとめてでもいいですし、できれば面倒でなければ1本ずつハンドルに、倒れるハンドルね、こういうふうに巻いていただいて、これを2本巻いていただくと当たりがつかないので、柔らかいバッグでもいい状態を保った状態で維持できます。でこれをハンドルもそんなに重たくないので、これもやっぱりこんな風に立てて置いていただいて大丈夫です。でこう立てた時に注意していただきたいのが、こうテンションがこうかかっちゃってシワが入ってないかなって必ず確認してください。この場合だとちょっとやっぱりまだ詰め物が足りない状態、これずっとこの状態で保管してしまうとこれ後になるので、こういうたわみが出ている時はもうちょっと詰め物をしてあげるといいと思います。ということで今いくつか保管の方法をお話しさせていただいたと思います。ぜひですね、これを見た方はご自身のバッグの状態を見てみてください。でこれは危ないな、同じようなバッグあったなと思う方はストッキングとかガムテープの芯とかそういったものをご利用いただいて、保管方法もう一度おさらいしていただいて、正しい保管方法でいい状態を保って長く使っていただきたいなと思います。表面の汚れを今から優しく取っていきたいと思います。ここで使用するのがハンドクリームですね。だいぶ変わりますよね。びっくり。